函館観光で人気のエリアは5つあります。ベイエリアと函館山エリアは定番ですね。今回の函館旅行では湯の川温泉エリアのホテルに宿泊したため、五稜郭エリアと湯の川エリアを楽しんでみました。その中で今回紹介するスポットはこの7カ所です。早速今回のお宿、函館海の風にチェックイン。私たちは函館空港からシャトルバスで湯の川温泉駅で下車し、歩いて到着しました。無料送迎バスはないけど、有料送迎バスは札幌駅から出ているようです。JR 函館駅からも出てくれればいいのに、JR 函館駅からホテルへ行く場合は、路面電車に乗って湯の川温泉駅を下車し、徒歩3分で到着。隣に卓木亭という別館があるのですが、同じ野口グループのホテルで相互利用できますよ。詳細は後述します。チェックイン時、待機中に函館では老舗のみすずコーヒー店の紅茶とホテルオリジナルのコーヒークッキーをいただきました。早速お部屋へ向かいます。ここのホテルは1階に温泉大浴場があります。男女入れ替え制です。旅で重要な温泉大浴場の情報も後述します。ズーム。ここの温泉は1915年に掘削した源泉を利用しているようです。私たちは10階あるうちの4階のお部屋に泊まります。廊下の BGM はさざ波の音。大正ロマンツインルーム63平米。とても広くてびっくりしました。ダークブラウンの床に西洋家具が置かれたレトロなお部屋です。まさに大正ロマンの雰囲気。2人には持て余す広さです。これでスタンダードってやばくないですか？このホテルには大正ロマンと平成モダンをコンセプトとしたお部屋があり、それぞれの中でツインルームや和洋室、展望風呂付きと分かれています。細部にもこだわっていて、このダブルボールの化粧台はフランス製です。なので少し高さが高いです。下に踏み台が収納されています。女性のアメニティはもちろんのこと、実は男性のも、なかなか男性のアメニティも揃っているホテルはないですよね。フロントに伝えたらもらえるところもありますが、シャワールームも変わった作りですね。海外ではスタンダードな形なのかわかりませんが、部屋着とワンピース式のパジャマが備え付けられていました。両サイドにコンセントがあり助かります。テレビ台が回転することを後に知った私たち。こんなに広いお部屋にこんなソファーがででと置いてあって贅沢な感じがしますね。海の風オリジナルお菓子のくるみを使った湯べしが美味しかった。部屋に置いてあるタブレットで温泉の混雑状況はもちろんのこと、館内の紹介 VTR や売店のおすすめ商品をタブレットで注文できます。海の風と隣の卓木亭の館内マップがあったので載せておきます。部屋からの景色はこんな感じ。色鮮やかなもみじが綺麗ですね。簡単に館内案内をします。売店は海の風と卓木亭それぞれにあります。なかなか広く美味しそうなお菓子やドリンクがありました。ここでは海の風宿泊者は無料でコーヒーとワインがいただけます。
もみじ入る日本庭園を見ながらくつろぐことができます。無料でいただける湯上がりワインは赤と白があります。カシスシロッタとジンジャーエールが置いてあってカクテルも作れるみたい。夫の格付けチェック的な感覚ではコンビニにある普段から気軽に飲める感じのお味だったそうです。ここのコーヒーもみすずコーヒーでした。白も飲んでた。部屋のお茶菓子のゆべしはこちらのショップに売っていましたよ。お次は10階にあるライブラリー野口文庫です。特別な大人の空間です。静かで落ち着きました。ではお隣にある卓木亭へ行ってみましょう。海の風と卓木亭は各フロアでつながっています。海の風から卓木亭へのアクセスはそのまま行けるのですが、卓木亭から海の風へ行く際はルームキーをかざさないといけません。海の風宿泊者だけが自由に行き来できます。夜になると提灯が光ります。昭和のお祭りみたいです。卓木亭の通路の途中に潮祭というキッズルームがありますよ。ドリンクがたくさんあります。思った以上に子供が楽しめそうな遊び場です。私も子供の時ボールプールが大好きでした。たくさん遊んで水分補給もしっかりできるキッズルームでした。本も置いてあるので子供が遊んでいる間読書ができます。キッズルーム横には大きな売店があります。海の風の売店より広いです。お酒も良心的な価格でした。飲み直したい方にぴったりです。卓木亭の売店向かいあたりから庭園に出れますよ。雨の日は滑らないように気をつけてください。ここの庭園では樹齢104年を超える樹木があります。紅葉とイチョウがライトアップでさらに綺麗。これぞ日本の四季の美という感じがしますね。さて温泉大浴場の紹介に移ります。卓木亭と海の風双方に温泉があり、海の風宿泊者は両方無料で入ることができます。しかし卓木亭の宿泊者は海の風のお風呂には自由に入りに来れません。まずは海の風の大浴場、大正ロマン夢の湯、平成モダンリラックス21。大正ロマンの湯はステンドグラスとタイルの色合いがノスタルジック。私が入った日はリンゴが浮いたお風呂と焼くとお風呂がありました。ドライサウナとアイスサウナがあります。平成モダンの湯は立ち湯や壺湯があります。ここにはドライサウナと水風呂があります。どちらのお風呂も1階にあるため閉鎖的ではありますが、趣向を凝らしたお風呂がありました。外来も卓木亭宿泊者も入ってこないので空いていました。もう一つ卓木亭の空中大浴殿も紹介します。今度は部屋があるフロアから行ってみました。卓木亭の温泉大浴場は卓木亭の最上階11階にあります。個人的に海の風の大浴場より卓木亭の大浴場の方が好みです。男女入れ替えがないので男性陣は申し訳ないのですが、というのも女性風呂からの景色が良すぎるんです。函館山と海と街を一望できるんですよ。残念ながら男性風呂は反対側なので街しか見えなかったみたいです。夕暮れ時に入りに行ったのですがとっても素敵でしたよ。卓木亭と海の風の温泉を比較すると海の風のお風呂は1階なのでこんな素敵な景色が見れないのと、多彩なお風呂があって温泉という感じが薄れてしまったように感じました。しかし海の風の温泉は卓木亭宿泊者の方や日帰り入浴者は入れないのでいつの時間も空いておりゆっくりくつろぐことができます。温泉に入って温まったところでディナーへ行きましょう。ホテル内のお食事はワイン&寿司会席ブルーシーズンズ、西洋ハイカラ料理、函館銀鮭、朝市夜市バイキング、
青函市場があります。その中で私たちはお肉が一切出ない青函市場でディナーと朝食をいただきました。混雑緩和のため2部制で時間を分けていました。25卓客席あります。バイキング形式でお料理は60種類くらい。このレストランには炉端焼きコーナーがあり、焼いていただけます。お刺身はもちろんのこと、シェフズスペシャルというエリアがあり、この日は北海道秋鮭の鉄板レモンステーキトリュフバターのせとマグロの釜出しラーメンでした。ホタテとカニの海鮮シューマイ美味しそう。エビマヨコーンたい焼きってどんな味がしたんだろう。どれも美味しそうで、最初は夫とシェアして気に入ったものを2周目でいただくことに。このぶり大根のすまし汁、めちゃくちゃ美味しかったです。ぶりが新鮮で下処理が丁寧でないとここまで美味しくならないと思います。お米は7つ星。ホタテの貝焼きウニバターが濃厚でお酒が進むやつ。この秋鮭の鉄板焼き美味しすぎて3回注文しちゃいました。お刺身の近くにサクサク醤油なるものが置いてありました。美味しい。お肉がなくても十分楽しめます。よくいつもこんなにデザートが食べられるのと思ってしまう私。お肉類が一切出ない魚介オンリーのレストランなんて新鮮ですね。朝食はディナー時と同じ青函市場です。朝でもお肉は一切入れず、たくさんのお魚料理が並んでいました。こんなに魚のレパートリーあるのかと思うほどでした。絞りたてリンゴジュースが飲めます。リンゴ大好きなので嬉しい。マグロのガーリック醤油ザンギ美味しかった。お肉と言ってあげればお子さん普通に食べそうです。天皇家で愛されたインペリアル納豆というものがありました。私は納豆が苦手なので食べませんでした。朝食でも炉端焼きがあるんですよ。夫はこのイクラの炙りトーストがお気に入りでした。お刺身ももちろん美味しい。私は金目鯛のお茶漬けがお気に入り。甘党の夫が大好きなオペラを撮っている間に私はフルーツをいただく。食後のコーヒーをテイクアウト。ミルクは函館牛乳が用意されていました。ここからは周辺観光です。五稜郭へ行く途中にミスドがあるのですが、種類によりますが100円以下で購入できます。ホテルから市電で約30分で到着。ラッキーピエロとアジサイ本店の向かいにある五稜郭タワー。ここのアジサイ本店のラーメンは絶品でした。箱屋さんというコスパの良い海鮮丼屋さんもあるのですが日曜休みでした。実は初めてではない五稜郭タワー。歴史については長くなるので割愛します。気になる方は概要欄をご覧ください。エレベーターに入るとホーンテッドマンションとまでとはいかないけど、いろいろ浮かび上がってきます。ここではどこへ行っても土方歳三がいます。ここによく当たるという手相占いがあるんですが、当たらずといえども遠からずといった感じでした。降りて五稜郭公園内の函館奉行所へ行ってみましょう。五稜郭タワー側に一つだけ星の頭が取り出たようなところがあるのですが、これは半月穂と言います。五稜郭の正面を防御するために作られました。当初は全てに半月穂を作る予定だったのですが、
財政的に厳しく、実際はこの1カ所だけ作ったそうです。函館奉行所にたどり着くためには1の橋を渡って半月穂へ、半月穂からまた2の橋を渡って星の中の五稜郭内へ入ることができます。この半月穂があるせいですぐに星の中に入れない仕組みになっているのですね。どこから敵が来ても死角を作ることなく攻撃ができる形になっています。鶴見中尉たちは1の橋から2の橋を通って突撃していったのですね。これは2の橋。ここで鶴見中尉の乗った馬が銃撃を受け、恋と少佐と鶴見中尉はじめちゃんがもがいたところですね。作中では橋は3つあったのですが、行ってみるとここと裏にしかありませんでした。私も突撃してみました。武田綾三郎の彫像に触れると賢くなると言われているようで、みんな触っているから顔だけ色が変わってます。函館奉行所前に井戸があったのですが、この井戸にアイヌの金塊が隠されていた設定なのかな。他の井戸のような気もするけどわからないです。いきなりゴールデンカムイが入ってすみません。乾燥肌には開けない袋。奉行所内はかなり綺麗で寒かった。シアタールームもありますよ。函館奉行所前に売店があるのですが、そこでなんとゴールデンカムイグッズが。月寒あんパンと食べてもいいおさま。ランチは五稜郭タワー周辺でいただけます。場所は五稜郭タワーの真ん前にある回転寿司春華。オーダーシートに記入して注文するスタイルです。正直そこまで期待せず普通と思って入店しました。しかしここは北海道、そもそもの海鮮のポテンシャルが高いので満足です。北海道に慣れすぎると美味しいけどそこまで安くないなぁと感覚が鈍ってしまいますが、十分です。私たちの大好きな縁側炙りです。安定の美味しさでした。焦がし醤油みたいなのを塗った縁側炙りって北海道だけでしょうか。サーモンの西京焼きめっちゃ美味しかったです。これ切り落とし軍艦180円。この店一番のコスパ最強軍艦なのではないでしょうか。いろんな魚の切りくずみたいな部位なので注文するたびに何が出てくるか分かりません。私たちの縁側を炙ってくれています。他にもいろいろ食べて最後は縁側炙りで締めました。各種ペイやクレジット対応。近くでもう一軒紹介。五稜郭タワーから徒歩6分、旭川で絶大な人気を誇るジンギスカン屋が函館にもやってきた。ホテルからだと徒歩7分のところにある湯川温泉電停前から市電に乗り、五稜郭公園前駅下車から徒歩3分で到着します。新しい店舗なので綺麗なのはもちろんのこと、回転が早いので旭川の大黒屋より待たなくていいように感じました。店内の作りも効率よく回るよう工夫されていました。最初の野菜は無料、都度おかわり100円。本店の旭川では野菜無料だったのですが、こちらでは旭川より野菜の種類も多く100円だとしてもお安い。とりあえず肩ロース、ランプ、ヒレの3種類が一度に食べれる一番セットとハーブを注文。うますぎー。北海道産のお米ゆめぴりかは全て羽釜で炊いているのでとっても美味しい。中盤からは言わないともらえないニンニクをもらって味変。ここでしびれという部位が気になって注文してみました。どこの部位なのか聞いたところ強鮮肉だそうです。食感はプリプリしていて若干硬い白子っぽい。ご興味がある方は食べてみてください。ジンギスカンデビューをする方は大黒屋おすすめです。締めはキムチ冷麺ハーフ。
冷麺で締めないとすっきりしない私です。とても美味しかったので通常サイズでもいけそうでした。夫はデザートに羊のソフトクリームを食べていました。ミルク系で固めの甘さ控えめのジェラートのようで美味しかったです。そこにフレークが入っておりサンデー風でした。位置的にはここら辺でしょうか。五稜郭タワーの後はシャトルバスでトラビスチヌ修道院へ行きます。5系統五稜郭タワートラビスチヌシャトルバスというのが出ています。五稜郭からバスで約40分ほどです。毎年シャトルバスの情報が更新されているようなので概要欄にリンクを貼り付けておきます。トラビスチヌ修道院の開閉時間が時期によって変わるので注意してください。修道院を見学するのは人生初です。1898年フランスから派遣された8名の修道女たちが設立したと言われています。庭園は自由に見学することができます。建物の中に入れるのは売店だけです。この中に簡単な資料館と修道女たちが作った作品やお菓子が売られています。祈れ、そして働けをモットーに規律正しい生活を送っているそうです。3時30分起床はすごいですね。ここでマドレナとココナッツクッキーを購入しました。トラピスト修道院のクッキーも販売していました。トラピスチヌ修道院での所要時間は30分ほどでした。新鮮な観光スポットでした。シャトルバスは本数が少ないので帰りは路線バスで帰りました。小槌を振ってきました。湯の川エリアに戻ると熱帯植物園にも行ってみました。湯の川エリアに宿泊する方はとても近いので歩いて行ってみてください。できれば12から5月のゴールデンウィークの間に行きたいところです。理由は猿山、年中猿を見ることができるのですが、猿が温泉に入るのが12月から5月ゴールデンウィークまでなのです。猿の餌を購入してお猿さんたちのところへ行ってきます。かわいいですね。30度台ではぬるくて入らないそうです。毛づくろいをしたり気持ちよさそうに目を閉じている猿かわいいです。餌をくれといろんなアピールをしてきます。中にはヘッドバンディングしている猿もいました。ずっと見ていられるのですが、私たちが寒くなってきたので少し避難。帰る時間がやってきました。用事があったので JR 函館駅から函館空港へ向かいました。ここの函館空港行きのリムジンバスは現金オンリーで乗車する際に支払うため出発するのに時間がかかります。五稜郭で食べられなかった箱屋さんであんご飯を食べて帰ります。国内線ターミナルビル3階にあります。エスカレーターを登ると目の前です。中トロ入りサイコロ丼と炙りトロサーモン丼を食べてみました。彩り鮮やかでとっても美味しそう。ちょっと言うと下のご飯をもっとふかふかによそってほしかったです。ベイエリアに比べて行きにくいスポットもありますが、だいたいバスや市電で行けるのでやはり函館は観光がしやすいですね。また12月中に行くよ。ご視聴ありがとうございました。